こんにちは、親のことチャンネルの時間です。今日は見守りのホットライン、ポットで親を見守れるというやつですね。お湯を使う。そうするとスマホにこんな感じなんですよ。このお湯を使った時間、給湯した時間が分かると。ああ、今日は何時にお茶飲んだんだな、お湯使ったんだなっていうのが分かると。これがいつもと違うパターンだな、ちょっと体調悪いのかなとか、どうしたんだろうっていうことで異変を感じることができるっていうのもメリット。気軽手軽っていう意味では、このポットを親の家に持ってって、お母さん今日からこれ使ってって言えばもうそのままです。自宅に Wi-Fi 必要ないし、インターネット回線あえて引く必要もない。もうこの中に全部通信機能入ってるので。見守りって実家に Wi-Fi がないと使えないっていうのも多い。すごいスムーズじゃないですか。これをもうとにかく持ってって、これに変えてねっていうだけで、あともうスマホで気軽に導入できるっていう点ではすごくいいかなと。実際に来る問い合わせでも圧倒的にというか、やっぱ多いですよね。喜びの声は結構メーカーさんに入ってるっていう話は聞きますよね。これうちのサイトに出てるご利用者の声なんですけど、例えばこういうのありますよ。以前ポットを使用していない時期があって、おかしいなと思って実家に行ってみたところ、脱水症で非常に体力がなくなってしまってリビングでうずくまってたと。それで慌てて病院に運んで大事に至らなかった。スマホでいろいろやり取りしたいとかね、LINE でやり取りするみたいな親子もいますけど、決して全員がそれできるわけじゃない。特に親御さんがスマホ使えないとか使いたがらないっていうような場合は、こういったものがあればすごく便利ですし、熱中症予防にね、冷水よりもお湯の方がいいよねみたいな話もあって、夏でも昆布茶を飲むとかね、対策をするという意味ではポットの効用っていうのもあると思います。やっぱりね、20年やってるってのは強いですよ。継続。実際に私の知る限りでも20年ずっと続けてる会社って東住さんぐらいしかないんじゃないかな。やめようよと事業ってなると思うんですよ。でもそれをせずに続けるってすごいことだと思います。見守りってね、結構みんな参入するんですけど、大体うまくいかないなっていう思うと、ドライにパッパやめる会社多いです。こういう事業って簡単にやめちゃいけないと思うんですよね。それがやっぱり事業としての誠実さだと思うんですよ。これだけ続けてるっていうことは、やっぱりそこに誠実さというものを感じますし、やっぱりすごく丁寧。これ別にリップサービスじゃないですよ。見守りって必要がないときは全然気にならないじゃないですか。そういえばって言って思い出すってケースも結構あるんじゃないですかね。やっぱ何やかんやってね、やっぱり時間をかけて熟成してきたものというか、やってきたものはやっぱり違いますよ。ポットもね、今やっぱりケトルの時代なんで、より新しいバージョンが出てくることに対して、ゾッリさんの今後の活動に関して、期待したいなというふうに思ってますけど、親のこと的な商品やマーケットっていうのは単純にスペックだけでは語れない。語ってもうまくいかない。高齢者が増えるから高齢者でビジネスして儲けましょう的なことを発想すると、高齢者ってやっぱりそれだけ人生の先輩ですから、そんなのね、見抜かれちゃうんですよ。結構パッパやってパッと考えてパッと出してパッとみたいなことが多いんだけど、最終的には物じゃないんですよ。ハートなんですよね。綺麗事じゃないですよ。